さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、ふわふわスポンジのチョコレートケーキ、こちらご紹介したいと思います。ぜひ最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、15センチのこれ底が取れる型になってます。で、紙入れるときは周りを入れて、この後真ん中入れます。これで用意しといてください。はい、これ材料の粉なんですけど、必ずふるってください。今ふるいます。で、これふるわないと中にダマができちゃうので、こういうやつですよね。ふるうことによってダマをなくす感じです。あとは混ぜやすくもなるので、必ずふるうようにしてください。はい、これバターに使う代わりにチョコレートと牛乳を使うんですけど、まず一緒に入れちゃいます。で、このチョコレートの油分でふわふわのスポンジを作っていきたいと思います。ラップをしてもらって 600W で溶けるまで加熱してください。はい、これ混ざったんですけど、完全に溶けてるのを確認してください。はい、こんな感じですね。そしたらこれは置いといてほしくて、このタイミングでオーブン予熱スタートして、オーブンの上にこのまま置いといてください。はい、卵をこれ割ったんですけど、これ卵白ですね。で、お砂糖は全部一気に加えちゃってください。それで泡立てます。そしたらちょっとなじませて泡立てていきたいと思います。はい、これ今最高スピードで立ててたんですけど、ちょっと見えるかな。ちょっとね、気泡が荒いんですよ。なんか細かい大きな泡があるんで、これ今5段階なんですけど、少しスピードを下げてもう 1,2 分泡立てたいと思います。さあ、できました。これぐらいですね。見てください。全然動かしても動かないぐらい。これぐらいしっかり泡立ててください。はい、これ泡立った卵白にまず卵を入れます。これ見てください。しっかり泡立ってるんで、全然こんな感じですね。卵割れないです。これを混ぜていきます。これ下から上下から上って卵黄が自然と混ざっていくので、はい、これぐらいですね。そしたらここにふるっておいた粉を入れます。はい、これ今粉入ったんですけど、全然すぐ混ぜる必要なく沈んでいかないです。メレンゲが綺麗になってるので、このままゆっくりやっていってください。はい、これ混ぜすぎとか全然ないので、粉っぽさがなくなるまでしっかり混ぜてください。まだ全然しぼんでないですよ。見えますかね。そしたらさっき温めたチョコレートと液体をここに入れていきたいと思います。はい、これチョコレートですね。で、こっちシャバシャバで、こっちちょっとふわふわじゃないですか。このまま入れちゃうと全然混ざんないので、この一部をこっちにすくって入れて、はい、これで事前になじませちゃいます。こんな感じですね。そしたらこれをこっちに戻すっていうやり方です。はい、これ今入れた状態です。これも下から上下から上って混ぜて、マーブルの模様がなくなって均一に混ざったら、この生地はもう完成です。はい、こんな感じです。綺麗に混ざってツヤがある状態。これを型に流して焼いていきます。さあ、これで焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。いい感じです。はい、これチョコクリームなんですけど、これチョコレートとあと水飴が入ってます。
水飴容器に測っちゃうとベタベタしちゃうんで、こうやってチョコの上に測ると測りやすいと思います。それであと生クリームなんですけど、これ大体半分ぐらい。はい、これ今生クリーム半分ぐらい入れたんですけど、これラップしてもらって600ワットで溶けるまで加熱したいと思います。はい、これ今加熱したやつですね。でしっかり溶けてるかどうかチェックしてほしいので、泡立て器で混ぜてください。もし溶けてなかったらもう一度温めれば大丈夫です。こうやって真ん中からやっていくと綺麗に生チョコみたいな状態になるので、しっかり混ぜてください。はい、こんな感じですね。綺麗なチョコクリームみたいのができました。そしたら残りの生クリームを入れるんですけど、これ分けた理由は、これ今結構チンしたんであったかいじゃないですか。でこれを急冷したい、急速に冷やしたいので、これちょっと分けたんです。なので半分ぐらいがチョコレートが綺麗に溶ける量だったんで、残りは冷やすようにっていうことで置いといてます。これもしっかり混ぜて、ダマとか混ぜ残しがないようにしてください。これ泡立て器で混ぜたら底の方とかにチョコが溜まってる可能性もあるんで、必ず最後はゴムベラで混ぜてください。はい、ゴムベラを使ってしっかり混ぜたら、これラップしてもらって冷蔵庫で完全に冷えるまで冷ましたいと思います。はい、これチョコレートクリーム冷蔵庫で冷やしといたんですけど、結構ねこうやってとろみがつくような感じです。でこれを中速ぐらいで泡立てて絞れる硬さになるまで泡立てたら、それを絞って使っていきたいと思います。さあ見てください。これぐらいしっかりとしたクリーム作れるので、高速じゃなくて中速ぐらいで泡立ててみてください。はい、これ焼けたスポンジちょっと切っていきたいんですけど、これ1センチの高さのバーで今日は切っていきます。なんか箸とかあと本とか置いて切っても全然大丈夫なので、同じ高さにスライスしてください。はい、これさっきのクリームなんですけど、絞り袋に入れて、これ上の口金がなんかね、星口とか何でもいいんですけど、これ桜の形になってます。これをクリーム今入れたので、スポンジ乗せるところに少し絞って、スポンジですね、これ乗せて組み立てていきたいと思います。はい、1段目終わったらまた2段目乗せていきます。はい、これスポンジ組んでいく時のちょっとポイントなんですけど、表面を平らにしようと思ったら、こういうまな板みたいなやつで軽く押さえてあげると表面が平らになるので、それで組んでいくのがおすすめです。
さあできました。チョコレートケーキ完成です。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですよ。やばくないですかこれ。お家で作れるんですよ。うまい。何これ。何これ。めっちゃ美味しいですよ。絶対作った方がいい。さあポイントのおさらいですね。これポイントはこのチョコクリームなんですけど、チョコクリームの水飴結構入ってるじゃないですか。で水飴が入ることによってこうやって泡立てた時にこのクリームのラインが綺麗に出るんですよ。チョコレートだけだと結構ボソボソ切れちゃったりするので、水飴って結構実は重要なポイントです。そこは必ず入れるようにしてみてください。であとこれ今食べてみたんですけど、ちょっとね大人な結構リッチな味なんで、もしお子さんに作ってあげたいとかだったらミルクチョコレートとかで混ぜて作った方がもしかしたら食べやすいかもしれないので、そこも参考にしてみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。